娘の部屋のようなケーキ、パキッと割れて、娘も気に入ってます。ジンジャースパイスかといって、もう数本で満足感が癖がないので、何にでも柚子胡椒マヨソースも。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。いちご&シューのマスカルポーネケーキ、2480円です。新商品です。消費期限は12月4日です。購入日含めて3日です。サイズは長辺が 31.5 センチ、短辺が 15.5 センチ、高さは5センチくらいです。インフォメーションがなかったので正解かどうかはわかりませんが、バニラスポンジの間にマスカルポーネクリームとストロベリーソース、トッピングにストロベリープチシューが10個、4分の1カットのいちごが散りばめてあり、ナパージュでツヤツヤしています。プチシューのパウダーシュガーで赤からピンクへのグラデーションが強調されています。長辺のサイドにクレームシャンティーとホワイトチョコレートコポーが散りばめてあります。ピンク色のストロベリープチシューのインパクトが強くて可愛らしいんですけれども、雑然としていてなんかね、娘の部屋のようなケーキです。スコップケーキなので食べたい分だけすくって盛り付けます。この一皿で約300キロカロリーです。プラカップにトライフルっぽく盛り付けるのも良いと思います。すぐに食べない分はコンテナに入れます。コストコのケーキは解凍してから販売されているので再冷凍になってしまいますけれども、まあ大丈夫です。ストロベリープチシューの中はこんな感じでストロベリー風味のムースクリームが入っています。しっとりしているのにパサパサと感じる皮、クリームの存在も弱くチープなお味です。ベースはいつものストロベリーマスカルポーネケーキだから美味しいんですけれども、シューが期待外れだったのが残念です。金ゴドパリッとタイム、角屋の純正ごま油使用、韓国海苔風味、ごま油香るせんべい、国産米 100% 使用、1078円です。新商品です。20枚入りが5袋、全部で100枚です。製造は岩手県、賞味期限は来年の5月です。約5ヶ月です。重さは 4g くらい、直径は 55mm くらい、厚さは 6mm です。硬すぎず柔らかすぎずパキッと割れて絶妙な食感で美味しいです。海苔とごま油の風味の醤油せんべい、お味はしっかりめです。伊藤園濃い乳酸菌 200ml が24本、1638円です。以前試食した時に美味しいと思ったので娘用に買いました。1本あたりは 68.25 円。賞味期限は来年の7月です。約7ヶ月です。見た目はカルピスです。うまく表現できませんが、カルピスとヤクルトの中間のような味を薄くした感じというか、娘も気に入ってます。ホノルルクッキージンジャースパイス 454g、 1598円です。人気のホノルルクッキーの新フレーバーです。原産国はアメリカ、賞味期限は来年の7月です。約7ヶ月です。ジンジャースパイスかといって敬遠されている方々がおられて、私も迷いましたが、結論から言うと好みが両極端に分かれる味だけれども美味しいと私は思いました。ホノルルクッキーシリーズの過去一番粉々したクッキーです。おなじみのパイナップルの形が分かりにくくなっています。5個で130キロカロリーです。一般的なジンジャークッキーよりもジンジャー感が強く、ピリリとした後に来る優しい甘さ、香辛料が複雑に絡み合ってパンチのあるクッキーです。 DJ&A でいいのかな。ポテトウェッジガーリック1158円です。新商品です。 450g 入り、原産国はオーストラリア、賞味期限は来年の8月です。約8ヶ月です。先日ご紹介した3種のマッシュルームクリスプと同じ野菜や果物を真空調理した商品の会社だそうです。
原材料にバターは書いてありませんが、最初にガーリックバターのような香りがふわっとします。その後に塩味、ガーリックとオニオンパウダー、香辛料系のまとまりが良くて美味しいです。ガーリッククルトンをさらにガーリックを強調した感じで、ニンニクスナックにも近いです。ポテトチップスのように食べ出したら止まらない系ではなく、もう数本で満足感が得られます。お酒のおつまみにはもちろん、粗く砕いてサラダやスープに入れても美味しいです。アボカドオイル 920g 1948円です。酸化しにくいオイルです。瓶のデザインが変わりました。原産国はメキシコ。賞味期限は来年の12月です。約1年です。オリーブオイルと同じように使えます。癖がないので何にでも使いやすいです。オリーブオイルなどの香りが好きな人には物足りないかもしれませんが、苦手な人にはおすすめのオイルです。富士緑骨付きもも冷凍8本 2.4kg 2980円です。メルマガ掲載の新商品です。個別の真空パック 350g 前後のもも肉が8本入っていました。加工は群馬県。賞味期限は来年の11月です。約11ヶ月です。クリスマスのロティサリーチキンは今年も整理券制だと思うので、こういうのを早めに購入しておいてお家で焼くのもありですね。簡単な照り焼きチキンを焼きます。冷蔵庫解凍したチキンレッグにフォークで穴を開けてタレに 1,2 時間つけておきます。タレの材料は概要欄にも載せておきます。天板に乗せたら表面にアボカドオイルじゃなくても大丈夫ですを塗ります。今回はスチームオーブンのグリル機能で15分焼いたら、クレイジーソルトとアボカドオイルを絡めたパプリカを追加して5分焼きました。残ったソースは煮詰めてアルコールを飛ばし、水溶き片栗粉でとろみをつけます。水溶き片栗粉を入れたら約1分ほど加熱してとろみを安定させます。もう1種類のソースはマヨネーズと柚子胡椒2対1の比率で合わせたものです。照り焼きソースをかけたら出来上がりです。柚子胡椒マヨソースもおすすめです。今週のお酒はアサヒザ・レモンクラフト極上レモン。キャンペーンでいただいたものでコストコとは関係ないです。口が大きめなのでグラスに注がずそのまま飲むとレモンの香りを楽しめ美味しいです。メニューはディナーロールとコーンブレッドロール、アボカドオイルをかけたサラダ、ポテトウェッジガーリックブレッドフレーバー、照り焼きチキンレッグです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。